皆さんこんにちは。今回の動画のテーマですけれども、9月の後半に入って今週行われた FOMC、従前より金利の引き上げはないと盛り込まれていましたけれども、具体的な会合の内容やパウエル議長の講演も含めて、マーケットの見方、今後の見通しがどのように変化したかというのを整理したいと思います。それを踏まえて日本株ではどのような戦略を取っていけばいいか、最近優勢となっているバリュー株、データも含めて最新の投資戦略考えていきたいと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。さてまずご覧いただきたいのは FOMC 前のマーケットでの利上げ予想織り込み。縦軸が今後の FOMC 会合、そして横軸が誘導金利目標の水準となっていますけれども、足元 5.25% から 5.5% のところ、水色でハイライトされている部分ですね。ここから24年の6月まで据え置きと予想する確率が最も高かった。そして24年の後半からは段階的に約3回、24年年末にかけて利下げが行われると予想されていました。しかし今回の FOMC、結果的には利上げはなかったですけれども、内容としてかなり高派の内容だったということで、織り込み具合がどのように変化したか、FOMC 後のマーケットが織り込む確率というのをご覧いただきますと、こちら、一見あまり変わっていないように見えますけれども、それぞれの会合での確率というのが右方向、金利の高い方向にシフトしている。まだ多数決上は24年6月まで金利据え置きの推移が多くの予想を占めていますけれども、パウエル議長をはじめ FOMC メンバーは23年年内にもう一度利上げがあるという予想を高めています。そして下の方24年の6月から年末にかけて、この部分では目に見えての変化が生じていて、今回の動画で非常に大切なポイントになります。これが FOMC 前、そして FOMC 後がこちら。もう一度ご覧いただきますと、こちらが前で、後がこちら。ということで、このあたりのところですけれども、FOMC 前は3回ほどの利下げがあると盛り込まれていましたが、FOMC の高派な内容を受けて2段階に減っています。それも2回目の利下げ、24年11月のところは、下がるか現状維持か、織り込み確率としては半々の状態ということですね。FOMC の高派な内容を受けて、アメリカの債券マーケットでは、イールドカーブが全体として上昇しています。特に大きく上昇したのは短期債2年3年のところですけれども、10年30年に至るまで3ヶ月前からはもちろんのこと、先月1週間前から比べても目に見えて20ベーシスほど上昇しているのがお分かりいただけると思います。ということで今回の FOMC は高派な内容だった。そしてマーケットが見通しを利上げの方向に織り込み始めているという変化が見られましたけれども、今回の高派な内容というのを簡単にまとめますと、2023年年末にかけてはあと1回利上げ、もしくは現状維持、見通しとして事前予想10対9のメンバー比率だったんですけれども、それを上回る12人があと1回利上げの可能性が高いと考えているようです。そして2024年に関しては年末の誘導金利目標 5.125%、つまり 5% から 5.25% のところに位置するのではないかということで、前回の FOMC からは50ベースポイント分切り上がりました。事前予想は 4.625% の現状維持とされていたので、かなりの高派な変化となっています。同じく25年も年末の中央値 3.875% と、こちらも前回から50ベースポイント分の切り上がりとなっています。そして今回初めて発表された26年に関しては中央値 2.875% と、こちらに関しては事前予想と同水準、そしてロンガーラン、長期的に中立と思われる金利水準の予想ですけれども、こちらに関しては予想のドット分布が広がった、特に金利高水準を予想していたメンバーがさらに高い水準まで予想を引き上げはしましたけれども、一応メンバー間の中央値というのは 2.5% で変わりませんでした。ということで、高派だった内容の簡単なまとめですけれども、当然足元から近い年ほど足元のマーケットに与えるインパクトとしては重要になってくる。その中で24年の中央値 5.125% というところ、これは先ほどのマス目の表で言うと 5% から 5.25% の列に当たりますけれども、FOMC メンバーは24年年末現行の水準から1段階25ベースポイント分下に位置する。もし今年あと1回利上げがなければ1回しか利下げしないような水準。今織り込んでいるマーケットの予想よりもさらに厳しい見通しを持っているようです。一方で金利水準の見通しではなく、アメリカの経済見通し24年の GDP あるいは失業率の予想に関しては非常にポジティブな内容となっていました。
GDP 成長率の予想、前回は 1.1% でしたけれども 1.5% に上方修正。失業率に関しては 4.5% の予想でしたけれども 4.1% に改善が見込まれると、それぞれ更新されました。金利水準に関しては高派の予想を出してきたにもかかわらず、経済環境に関しては従前よりも良い状況と一見相反するように感じますが、これはすなわち従前懸念されていたハードランディング、金利を引き上げすぎて経済が一気に冷え込む、この確率が相当に下がったソフトランディングがぼんやりとでも見通せるような状況になってきたと FOMC メンバーが考えている証拠となります。ということで FOMC を受けてのマーケットの見通し変化、そして FOMC メンバーの考えというのをご覧いただいた上で、日本株について、最近の日本株マーケットは8月頭にお出しした動画でも申し上げましたが、バリュー株が非常に優勢となっている。そしてこちらのグラフ、直近まで更新しますと、オレンジのラインですね。バリュー株。これが9月に入って一層大きく上昇しているのがお分かりいただけます。バリュー株と言いますと、PBR が低い銘柄、配当利回りの高いような割安な銘柄と、例えば銀行株の上昇といったものが寄与しています。ところでこのバリュー株の優勢な環境、ご覧いただいているグラフは日本株トピックスを元に計算したものですけれども、世界各国で同じような状況が起きているかというと、それはまた別の話。バリュー株のパフォーマンスはあるクオリティ株、日本、ヨーロッパ、アメリカ、それぞれで推移を計算してみますと、日本だけが非常に大きくバリュー株が急上昇している。一方でアメリカに関しては、バリュー株よりもクオリティの高い株、つまり ROE、利益水準が高かったり、キャッシュ比率が健全な銘柄というのが先行されている。当チャンネルは日本株を長期投資するという方向けに情報提供しておりますので、日本株という観点から見ると、世界の中でも特にバリュー株が優勢となっている相場付きであることをご認識いただければと思います。ただグラフをご覧いただいてもバリュー株が優勢となっているグラフの伸び方が非常に急上昇となっている。そろそろ頭打ちになってバリュー株が劣後する環境が来るんではないかと心配される方もいらっしゃるかもしれません。今度のグラフはバリュー株とよく対比で用いられるグロース株、成長性に投資するということで、決して割高な銘柄が多い銘柄群ですけれども、このバリュー対グロースというのを約30年間長期で取りますと、水色でハイライトしている部分というのがグラフが下がっていく局面、つまり分母となっているグロースのパフォーマンスの方が良かった局面ですけれども、21年のところを境に再びバリュー株がグロースに対して上昇に転じている。ですけれども、グロース株が優勢だった2009年から21年の間に、こちら両矢印の分だけ相対的なパフォーマンスの劣後というのがバリュー株に起きていたわけですが、直近のバリュー株環境の好転、急上昇というのを踏まえても、まだ半分程度、6割ぐらいのところまで回復してきたに過ぎません。つまり引き続きバリュー株を先行する。特に今回の FOMC のようにアメリカの経済がどのように動いてくるか、まだ見通しが不安定な状況。これまでは急ピッチに利上げしてきましたけれども、利上げよりも利下げの判断をする方が非常に困難です。このあたりは来年にかけて利下げに転じるのか、まだ時期尚早と先延ばしにするのかといった政策の行動一つがマーケットの変動性、ボラティリティというのを高めてくる。そういった懸念がある中ではバリュー株多めに持っておいて保守的な運用を続けるというのが理にかなった投資行動の一つかと思います。それでは本日2番目のテーマ、日本株の投資戦略について最新のアップデート考えていきたいわけですけれども、まず今回の分析では業種ごとに3つのデータを使います。例えばご覧いただいているチャート、2種類の銘柄について1年間の推移を示していますけれども、1つ目のデータはそれぞれのリターン、そしてそのリターンを上げる期間にあたってどれくらい上下動が激しかったか、ボラティリティという数値を用います。そして3つ目のデータがリターン割るボラティリティという数値、シャープレシオという投資の効率性を表すデータとなります。これをそれぞれ長期間の方で1年間計測したものと、足元のトレンドを見るために直近の2週間、短い期間の方は今回2週間で設定しました。これを業種ごとにご覧いただきたいと思います。そうするとですね、まず業種区分に関しては GIX の2段階目、インダストリーグループという区分を使っています。そして業種の横の N という数値は企業数。今回はトピックスを対象に平均のリターンとボラティリティを計算しました。真ん中が先ほどご説明したリターン、ボラティリティとシャープレシオ1年間長期間の3列。そして右側の3列が直近2週間、9月に入ってからのそれぞれのデータとなります。そして一番右側のショートターム直近の相場付きで最も投資効率の悪かった業種から並べ替えを行っていますけれども、
一番投資効率の悪い業種というのはこちら、半導体及びその製造装置。最もリターンが悪く、さらにはボラティリティがとても高いということで、今月に入って乱高下最も激しい展開を見せながらも、リターンとしては最悪の結果となっています。ただこの半導体関連の銘柄を投資効率が悪いからといって全てポジションを落としてしまうのではなく、やはりアメリカの動向としては利上げがそろそろ頭打ちになってきた。せいぜいあと1回やるかやらないかというところなので、その政策転換点としてある程度先回りした投資は継続しておきたい。実際に長期間の1年のボラティリティとリターンをご覧いただいても、やはり乱高下は激しいながらも、1年間で見た時のリターンに関しては他の業種よりもそれなりに高くなってきているということで、直近非常にひどいパフォーマンスだから全部売っちゃうというようなスタンスはあまり取りたくない。そもそもこの乱高下なぜ激しいか、FOMC の政策動向というのも一つポイントではあるんですけれども、やはりこちらのニュースが大きかったかと思います。半導体の需給が逼迫してきていると最近の潮流だったところに、19日ですね、台湾の TSMC 社、半導体を主要で製造しているメーカーですけれども、ここが取引先に対して納入の延期を要請した。つまり半導体の需要が落ち込んできそうだ、懸念が生じてきているということで、これ以上材料をよこしてくるなと指示を出しているという噂が出ています。これが噂ベースなのか、はたまた一時的な要因なのか、実際のところわかりませんけれども、GIX の業種区分で半導体及び製造装置、ここに含まれる銘柄をご覧いただきますと、こちら、東証33業種の区分で含まれる GIX という列も追加していますけれども、青でハイライトしているタツモという銘柄より上、4銘柄、直近で最も好調なパフォーマンスを示しているのはトリケミカル研究所ですけれども、この4銘柄以外は全て9月に入ってマイナスのパフォーマンスとなっています。ここまでご説明したように FOMC の政策が厳しくなってきている、半導体の需給に関しても不透明感が強いということなので、ボラティリティの低めの銘柄でパフォーマンスが暴落していない、どちらかというと割安な銘柄というのを最低限選んでおくのが良い戦略かと思います。それでは半導体及びその製造装置が足元の相場付きとして良くない、最低限だけ保有しておくとして、逆に保守的な運用として投資資金を退避させておきたい業種はどこかと言いますと、9月の投資効率が最も良い業種、一番下のエネルギー、あるいは下から2番目銀行といったところが非常に好調なパフォーマンス見せていますが、原油価格や金利動向に左右されるこの2業種よりはまだリターンが冒頭していないその次の2つの業種、保険あるいは公益事業といったところがボラティリティ乱高下も相対的に軽微ということで、この辺で狙っていける銘柄はないかと考えたときに、まず保険ですけれども、こちら9月のパフォーマンスが良好なものから順番に並べると、日本郵政、東京海上ホールディングス、かんぽ生命と、個人的には日本郵政に絡む銘柄というのはあまり好ましくないということで、2番目の東京海上ホールディングスが消去法的に選ばれるぐらいですけれども、年間のパフォーマンスを見るとかなりリターンが高くなっている。じゃあ割安な銘柄は何かと、一番下を見たときには損保ホールディングスと、どう考えても話題性的に今最も買ってはいけないコンプラ不全企業ですので、そうするとなかなか保険業からは選びにくいなという考えになります。では次、公益事業となるとどんな銘柄があるかご覧いただきますと、こちら9月のパフォーマンスが良い順番に並べていますけれども、GIX の公益事業、すなわち日本の東証33業種でいうと電力ガスばかりが並んでいます。そうすると先ほどエネルギーの業種でもご説明しましたが、原油価格の急騰というのが今非常に急ピッチに進んでいて、少し折り返してきているというところ、この原油の高騰というのが続くと考えるのであれば、今から入るのもありかもしれませんが、どう考えても移動平均線をかなり大きく上回っている、少し調整が入ってもおかしくはない局面ということで、あまり積極的には行きづらい状況かと思います。だったらどの業種を選べばいいんだと考えたときに、9月の相場付きでボラティリティ乱高下がそこまで激しくない業種、どんどんパフォーマンスが良かったものから順に遡っていきますと、こちら資本財というところがボラティリティ 20.89 と相対的に低めになっていて、銘柄数317ということで、かなり候補が出てくるんではないかと考えるわけです。こちらが一つ目の業種としての候補。そしてもう一つ、ダントツでボラティリティが低い業種があります。それがこちら、食品、飲料、タバコというところ。このあたりが
保守的な運用をするには最適な銘柄が含まれている業種かと考えるわけですね。そこで、まず資本財ご覧いただきますと、こちら9月のパフォーマンスが良いものから順番に並べると、317ある銘柄のうち、東証33業種の区分で見ると、建設というのが非常に多く入っているのがお分かりいただけると思います。その他には、卸売であったり、機械も一部入っていますけれども、上位5銘柄までが建設。この建設関連の銘柄が今トレンドとしても入りやすい業種かと思います。その中で年間のパフォーマンスであったり、直近のデータも比べて出遅れている銘柄、さらには割安なものというのを探してくると、2番目の日本国土開発であったり、さらには建設が嫌だなという方には、こちら輸送機ですけれども、日本車両製造というところもパフォーマンスが出遅れているけれども、トレンドとして良くなってきているという傾向が見られます。さてもう一つの業種ですけれども、食品、飲料、タバコという業種。こちらに関してもパフォーマンスが直近良いものから並べていますが、一番上は日本タバコ産業 JT ということで、高配当銘柄として非常に大人気の銘柄ですね。ボラティリティという列、1年間あるいはショートタームの9月、2週間ご覧いただいても、いずれの銘柄もかなり低いものが並んでいると、一目でお分かりいただけるかと思いますが、こちら運用上保守的な業種の中でも、今足元でまだパフォーマンスがそこまで高くなっていない出遅れの銘柄と言いますと、中ほどキリンホールディングス、あるいは富士屋、そして下から2番目のカルビーといったところが1年間のパフォーマンスを見たときにそこまで高くなっていないけれども、直近のトレンドが向上してきている銘柄、さらには大型株として入りやすい銘柄かと思います。ということで2番目のテーマ、FOMC を踏まえた日本株の最新の投資戦略というのをアップデートしましたけれども、もしご覧いただいている方の中で、今回取り上げた業種以外のデータ、あるいは今回取り上げた中でも、個別の銘柄、直近のトレンドが悪い銘柄まで見たいという方は、最近コメント、返事が遅すぎて恐縮ですけれども、書き込んでいただければと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。